こんにちは。こんにちは。今回は復縁したい彼から告白報告。別れて6年経つ職場の彼の結婚を機に転職。すっきりしてたら離婚して告白してきたです。おめでとうございます。いやー、っていうかこれもうタイトルからすごすぎてさ、もうね、情報量が多すぎますよね。いやどの報告動画も本当にすごいんですけど、今回の報告はもう褒めれんの報告史上間違いなく残るすごい回だと思います。はい、まあ凄まじいよね。なんていうかもうドラマみたい。そうそう。はい、本当にすごいので早速いきましょう。スタート。はい、ご報告者さんは M さん、40代の方です。2016年10月頃、同じ職場の彼からアプローチがありお付き合い開始。2017年4月頃別れを告げる。2018年彼が結婚したと聞く。2018年7月頃会社を辞める。転職ね。で、会社は引き寄せですんなり成功。2022年1月頃褒めれんを知る。2022年9月彼から連絡があり会ってみると離婚したと知らされる。お友達からのスタートへ。最初にお付き合いしたのは2016年。6年も前の話になるんだね。そうなんですよ。で、交際期間は半年ぐらいですね。職場恋愛でね。で、なぜ別れたのか理由が明白でした。6年前に同じ職場の9歳年下の彼からアプローチされお付き合いを開始しました。当時私は30代、彼はまだ20代でした。私はシングルマザーで子供もいるんですね。相手はまだ20代の独身。子持ちの年上よりいつかはいい人が現れるんだろうといつもエゴが騒いでました。ある日彼から話があると言われ、実は昔から付き合っている遠距離の彼女がいると言われ、M のことが好きになってしまったからごめん。でも彼女とも付き合いが長くて簡単に別れられないと言われてしまったんです。彼女と別れてから来てくれたらよかったのにね。二股になっちゃってたんだね。そうなんですよね。で、M さんはその日のうちに彼に別れを告げます。私はバツイチ子持ち。彼より9歳も年上。この状態で長年付き合った彼女に勝てるわけない。私は自分の子供が思春期だし、子供を作るのも難しい。年上の私がしがみつくのも惨め。などいろいろと悲観的に思い、これ以上傷つきたくなかったので私から別れを告げました。まあでもすぐには嫌いになれないだろうね。そうなんですよね。で、その辛い時期に引き寄せの法則を知りました。そこから毎日のように私は彼から愛されてますとアファメーションをしたりノートに書いたりしていました。ですが書きながら私何やってるんだろう、彼には相手がいるのにと自分が嫌になる時もありました。今思えばあのアファメーションはこの苦しさから解放されたいという気持ちが大きかったように思います。私は彼から愛されていますというアファメーションには違和感があったんです。でも15万円ものセミナー代を支払ってメンターにブロックを外さないと叶いませんよと指摘されたこともあり、合わない方法だけど続けていました。今思えばエゴやブロックがあるから叶わなかったのではなく、エゴがあると叶わないと全否定していたから叶わなかったのかなと思います。これわかりますよね。彼に対する腹立たしい気持ちよりも好きな気持ちが強くあったら、どうにかうまくいかないかなって思う気持ちがよくわかるんですよね。でも、
M さんにとって決定打がやってきます。しばらくして同僚から彼がその長年付き合っていた遠距離の彼女と結婚したらしいと聞いたのです。やっぱりな、アファメーションはやったけどエゴがあんなに騒いでたから叶うわけないよねと自分から願いも捨ててしまっていました。バーベキューに奥さんを連れてきた、結婚式に参列したと聞きたくない情報がたくさん入ってきて、その時は本当につらかったです。次は子供ができたという情報が入るのではないかと思っていると、同僚が子供できたら教えてねと彼に話しているのが聞こえるのです。距離を置いて情報を遮断したくてもできない状況がとてもつらかったです。潜在意識が反映されるのはよく分かったけど、こんなに残酷な現実を見せつけなくていいじゃんと引き寄せに疲れたこともありました。なんか M さんの辛かった気持ちがこちらにもはっきり伝わってくるね。はいはい、目黒もそう思いました。同じ職場でね、辛いですよね。で、そんな頃、なんと彼から会えませんかというお誘いがあったんです。既婚者の人と会うことが私の願いではありません。だから彼には結婚している人と遊ぶつもりはないと本音を伝え、これを機に職場も変えて彼との連絡も断ちました。M さん潔いね、すごいね。まあね、それだけ辛かったとも言えるんじゃないですかね。彼も M さんのことが好きなのはわかるけど、傍から見ると不誠実に見えてしまうよね。そうなんですよね。でもこれらすべてね、M さんの自作自演という見方もまあできますけどね。そうなんだよね。転職についてはどうだったんだろう。はい、トントンうまくいきました。以前から自宅で働けて子供といる時間を増やせる職場で働きたいという願いがあったのですが、テレワーク可能の転職先がすんなり見つかりました。周りからは転職なんてやめた方がいいと止められましたが、スキルアップしたり自分なりに努力してきたのと、根拠なくいけるという気持ちがありました。すごいサクサク叶う感じでうまくいったんだね。はい。転職してしばらく経った頃、ポメレンの動画に出会ったそうですね。好きな動画をたくさん上げてくれましたね。はい、お伝えします。一押しはこちらですね。おい、叶った場所から一歩も動くんじゃねえ。2022年に入ってからホメレンの YouTube の存在を知りました。何回も繰り返し見たのはこのおい、叶った場所から一歩も動くんじゃねえです。ホメレンを知った頃は復縁を強く願っていたわけではありません。本願は彼と復縁するではなく、私にとってすごく素敵な人が現れる、いつ現れてもいいと緩いものに変えていました。この動画を見てからもうどんな現実を見ようともエゴで悩んでもいいから最終的には願いは取り消さないと決めることができました。あとこの動画で気に入っているのは一歩も動くんじゃねえって何度も繰り返すところですね。フランクなこの言い方が私にはとても合っていました。動きそうになったら動くんじゃねえを頭の中でリピートしていました。私にとってすごく素敵な人が現れる、いつ現れてもいいって思いになってたんだね。いつ現れてもいいって自分に許可を出す感じでいいね。いいですよね。で、この一歩も動くんじゃねえのその動画以外にも好きな動画を教えてくれました。ここは一気にいきますね。実現の近道は自分だけは欺けないに気づくこと。自分で答えを言ってるよ。現実見まくっても叶えていいよ。外への言葉は自分への言葉。復縁関連の動画すべて。このうち復縁報告関連の動画についてはこのように話してくれました。復縁報告関連の動画を知った頃は強く復縁を願っていたわけではなかったのですが、願いを叶えた人のパワーをいただきたくて見ていました。
願いは急に叶うものなんだとワクワクしつつも、すかさず年齢が若ければ私より叶いやすいよね。相手が結婚してるわけじゃないもんな。私は40代で子供もいて若い子より願いを叶えるのが難しい立場だもんね。などなど、復縁動画を見ることで逆にエゴが出てくることもありました。そんな時はそう思う自分を否定せず、そんな時もあるよねと落ち着かせ、褒めれんのお気に入り動画をメインに見て心を落ち着かせていました。すごいね。うまくいった報告動画を見るのが辛いっていう人も一定数いるんですよね。Mさんの場合も報告動画を見ることでむしろエゴが出てくる時もあって、そういう時の自分なりの対応がちゃんとするのがいいですよね。本当にそうですね。M さんはあとですね、慈愛についてはこのようにおっしゃってます。とにかく自己否定が激しい自覚があったので、よく考えたら自活して子供を育ててるって私ってできる女じゃないなど、子供を産んだら育てるのはまあ当たり前ですが、そういうことでも自画自賛してみました。40代にしては体型キープしてないなども思っていましたね。気が向いた時に自画自賛していたら、今では私と付き合える人って幸せじゃないとまで思えるようになりました。いいね。そうやって自画自賛するうちにどんどん自分を肯定する部分が出てくるって最高だよね。本当ですよね。自画自賛最高という感じで、それで M さん、彼とは何の接点もない状態でどうして告白されたの？そこですよ、気になりますよね。実は褒めれん動画を見始めてから一度だけ、彼から会わないと連絡が来たことがありました。でも数年前に一度断った時と同様、既婚者である限り私はあなたとは会うつもりはありませんと返事をしました。それに対して彼の返事が、分かった、もう連絡することはありません、ごめんね、お元気でと返事が来ました。普通はこのお返事は終わりと感じると思うのですが、その頃は褒めれんの動画を見ていたこともあり、なんとなくですがまた連絡来るだろうなとは根拠なく感じるようになっていました。それからまた随分経ち、9月頃離婚したとメールが来たのです。直接会って話がしたいとのことでした。直接会って離婚したという言葉を聞いた時はさすがにまさかと思いました。本当にいきなりだったので、奥さんやご両親と大きく揉めることもなく、お互いに再出発しようと前向きな離婚だったそうです。M ちゃんにあの時はっきりと既婚者とは会わないと言われたから、時間をかけて奥さんとも向き合ってけじめをつけてきた。真剣に考えているから元に戻りたいと告白されました。褒めれん動画を見て、そう思うからそうなるが当たり前になってきたとはいえ、こんな現実になることあると思ったのが率直な感想です。まさかこんな形で唐突に叶うとは。結婚してしまった彼が独身に戻るなんて、しかも告白してくるなんて本当に全く予想もしていませんでした。でも冷静ではありました。彼から6年ぶりに告白。これは本当すごすぎますよね。何はともあれ M さん、おめでとうございます。ただ実は M さん、彼のお返事を保留にしてるんですね。もったいぶっているわけではなく、転職をするときに私は私の人生をやり直すと決めてからはすっきりしてしまっていたので、やり直そうという言葉にピンとこなかったんです。なのでまずはお友達として、その後お付き合いしたいと思ったらその時にまたお話しするのではダメですかとお返事しました。彼にはきちんと離婚して真剣に思いを伝えているのにダメなのと言われましたが、真剣に伝えてくれた気持ちは大事に受け取りつつ、
今の本音をきちんと伝えたので、うん分かってもらえたと思いなるます。ほど。告白されたことよりも、相手が結婚していようが、どんな状況でも願いは叶うことが実感できたのがとても嬉しかったです。はい。っていうか、M さんすごすぎるね。これ完全に6年の間に、彼から自分に意識が変わったんだね。そうですよね、すごいですよね。でも M さん、一貫して既婚者となんてかすりもしないからねっていう姿勢を貫いていましたよね。そこは全然フラフラしてなかった。あと、思いを、私にとってすごく素敵な人が現れる、いつ現れてもいいに緩く変えたじゃないですか。で、M さんにとってのすごく素敵な人っていうのが実は元彼だったっていうオチもあるとは思うんですけど、そうですね。まあでもこの後に M さんがどうありたいかだけですしね、いずれにしてもとんでもないご報告ですよ。いやー、ほんとだよね。M さん、ホメレンへのメッセージもくれたよね。はい、読み上げます。40代、子持ち、年上、結婚してしまった彼、仲がいい奥さんと世間から見れば絶望と言われている状況でも彼から告白されました。何度も嫌な現実が目の前に現れましたが、それでも願望成就とは決して関係ないことが分かりました。既婚者の人に離婚してもらうことを肯定しているわけではありません。結婚生活のことは彼自身の問題なので、私はノータッチでした。そこで彼の婚姻生活がもし続いていたとしても、私には彼以上に素敵な人が現れると決めていたので、彼が結婚していることと私の幸せには何も関係がないと思うことができました。だって私の思いは、私にとってすごく素敵な人が現れる、いつ現れてもいいなんです。彼か彼以上かにしかならないので、どちらに転んでも私は幸せなのです。ここにたどり着くまで何度も挫折しました。それでも現実は変わりました。ホメレンさんの動画にたどり着いただけでも私は相当運がいいと思っています。願いを決めたらここから一歩も動くんじゃねえは本当にその通りでした。私と同じように難しい条件にぶち当たり悩んでいる人はたくさんいると思い、お礼のつもりでお話をさせていただきました。皆さんの願いが成就することを願っています。ありがとうございました。はい、お礼のつもり、ありがたいね。M さん、ありがとうございます。だけどこれなんていうか、もう意識改革だよね。そうなんだよね。M さんの場合、彼と同じ職場にいれば会えることはできるけど、そういうことではなく、職場を変え、人生を変え、意識を変えようとしていたわけで、そこまでの大きな決断をした人を神様が放っておくわけないよねって思うようなご報告でした。神様という言葉初めて使ったかもですが、でもなんかそういう感覚になりましたね。本当ですね。しかしすごいよね。付き合ってた彼と別れて、結婚されて、離婚して、告白してきて、その間6年間、もう何もかもすごい話で、でもとても参考になることばかりのご報告でした。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。スーパーサンクスもいただいてます。どうもありがとうございます。いつもありがとうございます。